みんな忘れちゃダメ、この車を。いかに自分が思い込みのイメージで生きてきてるかっていうのが分かります。僕も屋根の動きを見てみたくないですか？見てみたい。でルーフがバチコーンとからの実際そばで見た時の厚みとかアデ感というか、再認識させてくれるよね。セクシーな車ですソアラの最終形としてこれを味わうか、歴史の一端に触れたいなという欲も僕はこっちで満たされます。レセンサンドボーイズ TV のお時間でございます。ご案内は司です。そしていつもの通りプロデューサーの上野太郎くんとお届けします。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日もすごいの行きますね、太郎くん。トヨタソアラ2003年式、走行距離が驚かないでよ、7000キロ。いいリアクションするね。301万円っていうお値段でございますけどね、このね状態の良さ、どんな車かっていうのは太郎くんから説明してくれるの？トヨタソアラ1981年というのが一番最初のデビューなんだね。この間ボーイズにも出てもらったよね。そう、彼が乗ってたのも初代ソアラ、そこから脈々と受け継がれてきて、これがソアラの最終形になりました。そうなんですよ。ソアラ、2000GT を置いておいて、なんと時速200キロを市販車として超えたのもソアラだったんですって。で、こちらが4代目になります。あのカクカクからここまで流線形になって4代目、そして、この流線形の上に乗っかる屋根、これもリトラクタブルハードトップをソアラとしては初めて採用した。エアロキャビンっていうのは歴代のソアラの中にあったんだけれど、正式なリトラクタブルハードトップとしてクーペとオープン両方っていうモデルとしては、この4代目ソアラが初であると。2005年にはレクサスが出てまいります。だから2005年以降のマイナーチェンジ版はレクサス SC という名前に切り替わったんだね。ほとんどこの形でここに L ってついてなかった？そうなの、だから逆にトヨタソアラっていうのは非常に珍しいですね。トヨタ車としては最後のソアラ。はい、レクサス SC の由来としては、スポーツクーペ、イニシャルが使われてた。いずれにしても、ラグジュアリーでパーソナルで、オープンカー、これは非常にトヨタの歴史の中でも重要な立ち位置を占めていくということで、もう少し細かくこの後見ていきましょうか。とても贅沢ね、ラグジュアリーな車でございます。外観を見ていきます。あれ、太郎くんいないよ。どこに行ったんでしょうか。いた。太郎くん。綺麗なね、このサイドプロファイルどうですか、これ。美しいよね。いいですよね。何よりこの屋根の動きを見てみたくないですか？見てみたい。モーターを8つ使ってるんだそうで。うわ、大変そう。ちょっと見てみましょう。じゃあ皆さんご覧ください。おー、すごいね。まずそこを開けました。そこが跳ね上がる。で、ルーフがバチコーンとからの、いいね。リアのガラスが上がって、でフロントのガラスが上がるぞ。すごいよう作るな。これだけ専用で作ってる人もいるんだろうね。これを見るだけでもうっとりするなというふうに思います。そして閉じたら閉じたで、オープンカーだったところがクーペに様変わりだよね。横からのプロファイルっていうのがすごい綺麗だなと。どっちも美しいね。開けようと閉めようと、閉めた時もちゃんとライン取ってるもんな。なんとなく、通り過ぎるソアラのイメージから、実際そばで見た時の厚みとかアデ感というか、再認識させてくれるよね。セクシーな車ですこのホイール、よくパリパリにひび割れたホイールっていうのを見るんですけど、これはツルツル。しかも今ね、ちょっとまたディッシュホイールが再燃しているということで、そうみたいね。かえってモダンに見えるなと。すごくいいなと。あえてナウイ。これデザインモチーフとかあったのかな。これね、当時の資料によると、南フランスに停泊するヨットをイメージしてデザインされたという記録が残っているんだね。ちょっと波みたいなの表現されてんのかな。そうかもね。テールとか本当上手に作ったなって思う。つるんとしてるよね。
ちょっとサイズを太郎ちゃん教えてもらっていい？長さはうん 4515mm で幅がうん1825、そこそこボリュームあるよね、前高は 1355mm です、ワイド&ローでかっこいいですね。内装もすごいわけ。ドキッとします。お楽しみに。乗り込みまして真っ赤なんですけど、このウッドもさ、赤みがかったウッドだから確かにね、赤のレザーと呼応するよね。確かに確かにバランスが取れてますね。そしてもうカーペットも真っ赤、ドアの内張りも真っ赤。こういうさ、非現実な車なわけじゃないですか、はい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 。であればこれぐらいド派手の色の方がしっくりくるような気がしてきた。振り切っちゃった方がね、もう車自体が振り切ってるからね。そうだよ、いろんな意味で非現実がここにはあります。あるよね、うんエンジンをかけると、うんここがウィーンと開いてカーナビが出てくるじゃないですか。やっていい？かけたよ。おおーいやいいね。しかもここからまた出てくるおっていうさ、チルドするんだ。この動きがまたいいよね。とか、まあ最近のベントレーはオプションなんだけれど、ここがくるんくるんと回るやつがあるんだよね。ああ、こうやってね。そうはいはいはい最初はウッドパネルなんだけれども、うんうんそこからメーターだったりナビだったりっていうのをなるほど。させて、贅沢装備ですよ。でこのドリンクホルダーもはいこの中に隠されているの。もう2段階になって。そうしかもこれ樹脂パーツだよ。なのにこの動きの滑らかさとかもう静けさとかすごいちょっと僕にとってこういうところも萌えポイントなんだよね。ドイツ製品みたいだね。そうだよね後ろにもうん意外と乗れると思います。放っては4人。 2プラス2の形をとってるので、うんしかもねここの背面のクッションが思いのほか柔らかかったんですよ。めちゃくちゃ広いわけではないけれど子供を乗せたり短距離で走るとかなっても文句は出てこないんじゃないかなと僕は思う。水着のお姉ちゃん乗せてもいいですか？どうぞ。はい一点だけ注意が必要なのが、はい屋根がトランクの中に収まります。ですから屋根が入るスペースを確保して荷物を整える必要があると。開けた状態での荷物の積載がマックス。そういうことでございます。はい、なるほどね。早速ドライブに行ってみましょうか。行ってみましょうか。時代を経て今振り返ってあの車ってこんなに良かったんだっていう魅力になんだこの豊かな感じ。280馬力っていうのはさ、ちょっと踏んでみるとどんな感じなんだ？踏んでみます。おー、すごくいい。うわ、滑らか。速い。はい、乗り越ったよ。うわー10メートルも走れば、うん。この車の滑らかさとかしっとりとした感じとかが手に取るように分かります。皆さん、太郎くん嘘ついてます。3メートルでため息を漏らしました。セルシオのオープンみたいな。そうだね。それぐらい滑らかだったよね。エンジンだって同じエンジンを乗せているからね。 4.3 リッター V8 のはい自然吸気 NA ってやつですね。そうですね。これが280馬力を叩き出します。はいセルシオに乗っていても、うん、しっとり滑らかな感じってあるんだけど、最近試乗されてましたよね。はい、それがしかもこの、うんほとんどギザ2プラス2のはいはいはい小さなボディの中でうん、味わえるって贅沢だよね。確かに密度濃すぎる。今絶対に作れない車の一台だよこれね。も22年前じゃない？はい、でもね、トヨタなんですよ。耐久性で言ったらさ、ピカイチでしょ。そうですね。 7000キロ、はい、あと20万キロ乗れる車でしょ。本当に趣味をうん安心してうん、没頭できるっていう良さも実はソアラにあるね。遠くに旅に出かける車じゃなくても、はい、毎日のスーパーの足にしたっていいわけじゃないでき？ますよ、うん燃費とかは置いておいてね。まあそんでもなことは燃費を気にする車でも全くないし、そうなんです。このしっとり感をうんもう少し分解して考えていくと、はいこの屋根を開けていても閉めていてもだけれど、うん、中に入ってくるノイズが少ないよね。少ない。一つ、開けているのにさ、はこの静かさ。い、そして、はい。このバイブレーションがすごく少ないんですよ。ああ、本当だ。屋根開けてても閉じてるみたいに震えがないはい。スムーズな感じが。しっとりでございます。僕ねこういう類の車が大好きなんだな。なるほどね。もう少し細かく調べていくと、レクサス SC とかははいはい。 6段 AT に切り替わってるんだけど、はいはいはいソアラは5速 AT とかね、これがまたね、いいんですよ。このエンジンが素晴らしい。エンジンフィールも小刻みに
ギアを変えていくよりも5段階で楽しんだ方がそうそう、このエンジンの魅力を味わうっていう意味ではこっちの AT の僕はすごく好きだ。変速も滑らかだしね。同じものを6つ切れでいただけるよりも5つに切っていただいた方がはい味が濃いもんね。そうだね。なるほど。ハンドリングはどうですか？多分切っていくと少し遅れておおらかに車が動き始める感じ。でもキャラクターに合ってんだよね。長い距離走ったりさ、ゴルフ場に行ったりとか、そういう使い方をするっていうのはとってもこの車に合ってると思う。ゴルフバッグは後ろに乗らないのよ。そうだね、トランクには制約がございます。開けてしまえば荷室はもう犠牲になっちゃうから、はい後部座席はいここを荷室にしていただいて、で閉じればそれなりに乗ります。だから使い方はまあ 2way というか。そうだよね、閉じてしまえば結構広いんだよね。そうなんです。どうしても開けたい時はもう後部座席に置いて旅を楽しむなり。どうしてもさらに荷物を積みたいんであれば、はいそういうふうにはセルシオさんがございます。あ、そっか。セルシオ先輩にそこをお任せするとして、こちらはあくまでパーソナルな使い方、そうやね。それに合わせて荷物を選んでいくっていうのも楽しいよね。確かに確かに。なんだこの豊かな感じ。280馬力っていうのはさ、ちょっと踏んでみるとどんな感はい、じなんだ。やってみます。はい。ゆっくりと、あ、おー、すごくいい。うわ、滑らか。早い。エンジンの音がわーっと下から盛り上がっていく感じ。屋根を開けているとこの前からも後ろからもその音を堪能できるじゃないですか、かつ屋根を開けていても風を全く巻き込まないこともないね。今の速度域で分かったね。シルキーな V8 ですね。すっごいシルキー。さすがだね。自然吸気っていうのもいいんでしょうね。いいね。ターボがボコーンって効くわけじゃなくて、スーッと盛り上がっていく。8発がこんなシルキーに回るってなかなか珍しいんじゃない？こうやってハンドルを切って曲がっていく時って、大きい車とはちょっと違う短さゆえの車全体が人間中心に動いてくれてる感じがすごくあるので、ニザを念頭に作ったと言っても過言ではないので、短いゆえに、思ったよりも軽快に動いてくれるっていう側面にも今気づきました。なるほど。最近こういうの好きだよね。最近すごく好きになってきた。年齢を多分重ねてきて、価値観も広がってきたし、速いとか楽しい以外の車の魅力、しかもその時代を経て今振り返ってあの車ってこんなに良かったんだっていう魅力に気づき始めてくることがようやくできてきた気もします。はい、乗ってきた。よかったでしょ。すごい良かった。贅沢なんですよ。新車価格600万円超えてました、今300万円じゃん、これって中古車の一番面白いところだと思うんだよ。確かに世の中の人が世の中の価値を決めるんだけれど、そこに魅力、中身の詰まり具合っていうところを忘れちゃいけない。だからこの300万円で、この濃密でこんな素晴らしい車が手に入るなら、僕こういう車大好きだから、いいよなと思う。密度の濃い車。これ600万円だけど2003年では、今これ作ったらまあ1000万円じゃ無理だよね。絶対ないよね。1300とか、まあ言ってみればレクサスの LC みたいな立ち位置だからね。そしてまあ世の中の価値もう一つで言うと、レクサス SC っていう車が全く同じ形であるじゃない、細かいところが違うんですよ、あっちの方が高いの、こっちの方がいいじゃんって僕は思う。忖度なしにそうなっちゃうかもね。そう思います。それは歴史の見方としても、ソアラの最終形としてこれを味わうか、ソアラという歴史の一端に触れたいなという欲も僕はこっちで満たされます、欲しがりな男だね。欲しがるんですよ。そうなんです。欲しがる太郎ちゃんが太鼓判を押すこの車300万ちょっとで買えます。2003年式のソアラオープンカーですよ。新車価格600万超えが今301万円で、なんと7000キロ未満。これはもう買うしかないでしょ。お急ぎください。どんな人に買ってほしい？僕が思うのは、当時憧れていた人とか、この時代を過ごしてきた人が乗るというのも手だと思うし、逆にこの乗り味重視派の、当時子供だった人があえて今これを買ってしまうというのも、ある種粋かもしれないよね。300万円でこんな車を買えるって本当の意味でこう豊かな体験だなと思うんだよね。みんな忘れちゃダメ、この車を。いかに自分が
思い込みのイメージで生きてきてるかっていうのが分かります。毎とって回思いも良かった込みをぶち壊されてる僕らでございますけれども、今回はレクサスにバトンタッチをした車といっても過言ではないでしょう。トヨタソアラ2003年式の車7000キロ未満でございました。太郎くんと一緒に感動させていただきました。レッスンサンドボーイズ TV でございました。お問い合わせもお早めに。またねー。中古車万歳。